ロバーツ監督が敵地でのブレーブス戦に向けた運命のスタメンを発表した直後、常に冷静沈着で知られる山本由伸が今の状態では絶対に彼と投げ合うことはできない、と指揮官に対して激しく抗議し、これまで見たこともないような前代未聞の事態がドジャースのロッカールームをかつてないほどのパニックに陥れたという、誰も予想だにしなかった衝撃の事件をご存知でしょうか。皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本日は、メジャーリーグ全体を震撼させている最強ドジャースの輝かしい快進撃の裏に隠された、この知られざる真実と、壮絶な戦いの舞台裏について深く掘り下げていきたいと思います。ことの発端は、ナショナルリーグの覇権を争う重要な試金石となる8月25日からのアトランタブレーブスとの敵地3連戦を直前に控えたミーティングでのことでした。ドジャースは23日に敵地でピッツバーグパイレーツを4対0で一蹴し、破竹の6連勝を飾って今季80勝という大台に到達したばかりでした。この試合で先発したブレイクスネルは、6回を無失点、6奪三振という圧倒的かつ危なげない投球を披露し、左肘の手術からの復帰後だけで見れば2勝0敗、防御率 1.00 という、まさにアンタッチャブルな数字を残しています。シーズン終盤という最も重要な時期を迎えるにあたり、ドジャースの投手陣がこれ以上ない最高の状態へと仕上がりつつあることを強烈に印象づける勝利でした。その圧倒的な勢いと自信を胸に乗り込むブレーブスとの3連戦で、ドジャースは自他どもに認めるメジャー最強の先発ローテーションを送り込む計画を立てていました。初戦のマウンドを託されるのは、腰の痙攣という不安要素から完全復活を果たすタイラー・グラスノーです。今季ここまで3勝0敗。防御率 2.72 という非常に安定した成績を残している彼は、万全の状態でマウンドにさえ戻ってくれば、その圧倒的な球威とリリースポイントの高さで、初回からいきなりゲームの支配権を握ることができる比類なき能力を持っています。対するブレーブスの先発はブライス・エルダーが予定されており、グラスノー自身が復帰登板であるため球数制限が設けられることは確実視されていますが、ドジャースとしては鉄壁のブルペン陣を含めた総力戦を展開し、何としてもこの重要なシリーズの初戦をもぎ取りに行くという強い意志が感じられます。そして続く第2戦では、日本の主砲である佐々木朗まれが、強力ブレーブス打線を相手にメジャー初登板となるマウンドへ上がります。今季の佐々木はここまで22試合に登板し、5勝5敗、防御率 4.42 という数字だけを切り取れば決して突出した成績とは言えないかもしれません。しかし、メジャーの環境とボールに適応しようと苦しんだシーズン序盤と比べると、現在の彼の投球内容は劇的な向上を遂げています。160キロを優に超えるフォーシームの球威は日を追うごとに凄みを増し、課題とされていた制球力も驚くほど安定してきました。首脳陣がこの首位攻防を左右する極めて重要なカードの真ん中、第2戦の先発という大役を任せたという事実そのものが、現在の佐々木に対するチーム内の信頼がいかに絶大であるかを如実に物語っています。相手の先発投手がメジャー経験の浅い若手であり、防御率も6点台と苦しいピッチングが続いていることからも、ドジャースの強力打線としては試合の立ち上がりから一気に主導権を握り、若い相手投手にプレッシャーをかけたいところです。佐々木が持ち前の球威で序盤のイニングをしっかりと無失点に抑え込むことができれば、試合の流れはごく自然に、そして圧倒的な力でドジャースへと傾いていくことでしょう。そして、このシリーズにおける最大の注目であり、ロッカールームでの大騒動の引き金となったのが、最終戦で実現する予定の山本由伸とクリス・セールによる、サイ・ヤング賞候補同士の壮絶なエース対決です。山本は今季ここまでメジャーの強打者たちを翻弄し、12勝7敗、防御率 2.61 という素晴らしい成績をマークしており、自身にとって自己最多となる13勝目を虎視眈々と狙っています。一方、迎え撃つブレーブスの大エース、クリス・セールも12勝9敗、防御率 2.20 というナショナルリーグトップクラスの驚異的な成績を残しており、まさに実力伯仲、一瞬の隙も許されない究極のマッチアップとなります。両投手ともに、どんな状況でも決して試合を崩さない極めて高い安定感と、打者の手元で急激に変化する魔球とも呼べる変化球を最大の武器としているため、一点を争うヒリヒリとした緊迫感に満ちた投手戦になることは誰の目にも明らかです。しかし、なぜ山本はこの運命の対決を前にして彼とは投げ合えないと首脳陣に激しく噛みついたのでしょうか。その背後には、
単なるプレッシャーや恐怖心などではなく、完璧主義者である山本ならではの、自身のコンディションと戦術に対する極限までのこだわりがあったと推測されます。クリス・セールという球界を代表するレジェンド左腕と投げ合うということは、わずかな制球の乱れや、ほんのわずかなメンタルの揺らぎが即座に命取りになることを意味します。山本は自身の投球フォームの微細なズレや、ボールの指へのかかり具合に対して誰よりも敏感であり、セールという巨大な壁を前にして、自分自身がまだ 100% の完璧な状態に達していないことへの強烈なフラストレーションが、あのような前代未聞の抗議という形で爆発してしまったのです。この異常なまでの勝利への執念と完成度への渇望こそが、山本をメジャーの頂点へと押し上げている原動力に他なりません。この最終戦は、単なる1シリーズの勝敗という枠を超え、今後のナショナルリーグにおける覇権争いの行方そのものを決定づけるほどの巨大な意味を持っています。現在、ドジャースはリーグ全体で熾烈な首位争いを繰り広げており、猛追してくるミルウォーキーブルワーズとはわずか1ゲーム差。そして今回激突するアトランタブレーブスに対しては4ゲーム差をつけて首位の座を死守しています。もしドジャースがこの敵地での過酷な3連戦で勝ち越すことができれば、プレーオフにおける絶対的な優位性をもたらす第1シード獲得へ向けて、決定的な前進を果たすことになります。一方で、迎え撃つブレーブスにとっても、熱狂的なファンで埋め尽くされるホームスタジアムで絶対に負けるわけにはいかない死活問題のシリーズであり、まるで10月のポストシーズン本番であるかのような、息を飲むほどの異常な緊張感がスタジアム全体を包み込む3日間となることは間違いありません。さらにドジャースにとって、これ以上ないほど明るく、そして他球団にとっては絶望的とも言える朗報が飛び込んできました。それは、二刀流の怪物大谷翔平の投手としての復帰が着実に、そして劇的に近づいているという事実です。左膝の炎症により、これまで極めて慎重なリハビリと調整を続けてきた大谷ですが、なんと22日に実戦形式のライブ BP バッティングプラクティスに登板し、首脳陣が見守る中で非常に順調かつ力強い投球を披露しました。デーブ・ロバーツ監督もメディアの取材に対し、9月上旬には大谷が先発ローテーションへ復帰できる見込みであることを明言しており、このニュースは瞬く間に全米を駆け巡りました。考えてもみてください。ただでさえ圧倒的な現在の投手陣に、グラスノー、スネル、山本、佐々木という信じられない顔ぶれが並び、そこに大谷翔平までもが投手として加わるのです。ロバーツ監督自身が現在の投手陣について相手チームからすれば、ただ名前を見るだけで圧倒されて戦意を喪失するような顔ぶれだと自信満々に語っている通り、ドジャースはシーズン終盤からポストシーズンに向けて、野球の歴史上でも類を見ないほど理想的で、かつ暴力的なまでの投手陣の布陣を完成させつつあります。怪我から復帰したスネルがかつてのサイヤング賞投手の輝きを取り戻して好投を続け、絶対的なエースのポテンシャルを秘めたグラスノーも戦列へ戻り、そこに山本由伸と佐々木朗までという、日本が生んだ最高傑作である2人の投手が先発の柱として加わる。そして最後に大谷がマウンドへ帰還する。現在のドジャースの先発ローテーションは、メジャーリーグ屈指という表現では生ぬるく、まさに反則級の豪華さであると言っても決して過言ではありません。この異常なまでの戦力の充実ぶりに対して、現地のファンやメディアからも驚愕と恐怖が入り混じった声が殺到しています。こんなローテーションはルール違反だ。グラスノーが戻ってきたと思ったら翌日は160キロを投げる佐々木朗までが出てきて、その次は精密機械のような山本由伸。さらにその後ろにはスネルや大山で控えているなんて、どうやって勝てばいいんだ。普通のチームならエースが一人いるだけで十分に戦えるのに、ドジャースは毎日違うタイプのエース級が出てくる。10月のポストシーズンでこんなチームと当たることを想像しただけで、本気で足が震えてしまうといったドジャースファンの歓喜の声がある一方で、対戦相手となるブレーブスのファンからはこの3連戦のドジャースの先発メンバーを見た瞬間、絶望して頭を抱えたよ。初戦はグラスノーの触ると過小しそうな剛速球に怯え、2戦目は佐々木の人間の限界を超えたようなストレートとフォーク、そして最後は山本の芸術的とすら言える完璧な制球力に翻弄される。投手のタイプが全員まるで違うから、打者は毎日全く異なるアプローチで打席に立たないといけない。こんな無茶苦茶な連中に完璧な準備をして臨める打線なんて存在するわけがない。正直に言って、この3試合が終わる頃には、我がブレーブスの強力打線でさえ心身ともにボロボロに破壊されていそうだと。
試合前から完全な敗北宣言とも取れる悲鳴が上がっています。また、多くの野球ファンからは山本由伸とクリス・セールの息詰まるエース対決だけでも全米に特別中継すべき歴史的なレベルなのに、その前座としてグラスノーと佐々木が立ちはだかるなんて現実離れしている。この週末の3連戦は、下手なプレーオフの試合よりもはるかに価値があり、そして豪華じゃないか。ドジャースのこの狂ったローテーションを一度でも見てしまうと、他のチームの先発陣がまるでマイナーリーグの選手かのように普通に見えてしまうくらい、自分の野球に対する感覚がおかしくなっているという声や、ひいき目なしに正直に言わせてもらうけど、もしドジャースの投手陣が全員健康な状態で10月のプレーオフを迎えたら、その時点でナショナルリーグの戦いは完全に終わると思う。短期決戦では絶対的なエースの存在が勝敗を分けると言われるけれど、ドジャースには他球団なら開幕投手を務めるレベルのエースが5人もいるようなものだ。ローテーションの強大さだけで試合の空気を完全に支配し、相手チームは試合前から今日はどの化け物と戦うんだと絶望しなければならないという。ドジャースの圧倒的な支配力を称賛しつつも恐れるコメントがネット上を席巻しています。さらに踏み込んだ戦術的な視点を持つファンは、グラスノーなら圧倒的なパワーでねじ伏せられ、佐々木なら異次元の球威と落差でバットに空を切らされ、山本なら針の穴を通すような完璧なコントロールで手も足も出ない。この3日間で、打者は全く異なる3つの難解な実技試験を強制的に受けさせられるようなものだ。これはプロの打者にとって悪夢以外の何者でもない。ブレーブスにはクリス・セールという球界最高の投手がいることは間違いない。それでも、絶好調の山本と投げ合わなければならないのかという同情の気持ちすら芽生えてしまうのが、今のドジャースが放つ恐ろしさの本質だ。しかも、そのセールとの夢のエース対決までたどり着く前に、グラスノーと佐々木という2つの巨大な壁を攻略しなければならないのだから、これが自分たちのホーム開催であったとしても、ファンとしては全く安心することができない。ドジャースは怪我人が続出して苦しんだ時期もあったが、彼らが一人戻ってくるたびにチームが劇的に、そして残酷なまでに強くなっているのが本当に恐ろしい。普通は長期の故障から復帰した選手には、マイナーリーグでの調整登板やメジャーでの感覚を取り戻すための猶予期間が必要なはずだ。しかし、スネルは復帰直後からいきなり無双状態で三振の山を築き、グラスノーも完璧な状態で戻ってきた。そして極めつけは、大谷翔平までが圧倒的な投手としてマウンドに帰ってくる予定なんだろう。他球団のファンとしては、これ以上ドジャースに戦力を増やさないでくれと、神にでもお願いしたくなる心境だ。この規格外の先発ローテーションを見た瞬間、今年のワールドシリーズを制するチームは間違いなくこういうチームなんだと確信したよと、ドジャースのチーム編成の完成度の高さに脱帽しています。まさに、復帰戦となるグラスノーが力で圧倒し、その勢いをそのまま引き継いだ佐々木朗丸川勝ち力で相手を粉砕し、最後は山本由伸が真のエースとして冷徹にシリーズを締めくくる。しかも、ベンチには不気味にスネルが控え、大谷の復帰も目前に迫っているというこの状況。もし彼ら全員が健康なまま10月の寒空の下に集結した場合、7回戦制のシリーズでドジャースから4回の勝利を奪えるチームは、果たしてこの地球上に存在するのでしょうか。ブレーブスもメジャー全体を見渡せば間違いなくトップクラスに強力なチームであり、ホームの地の利を生かして決して簡単には負けないでしょう。しかし、この運命の3連戦に関しては、立ちはだかる相手が悪すぎると言わざるを得ません。首脳陣からの絶対的な信頼を背負ったグラスノー、メジャーの舞台で真の覚醒を遂げつつある佐々木朗まで、そして最強のライバルであるセールとの対決に向けて極限まで闘争心を高め、ロッカールームで魂の叫びを上げた山本由伸。試合が始まる前からこれほどまでに濃密なプレッシャーとストーリー性を感じるシリーズは、メジャーの長い歴史の中でも本当に久しぶりです。最近のドジャースの試合では、ファンの間で今日は誰が先発なんだという疑問ではなく、今日はどのエースが投げるんだという畏敬の念を込めた会話が日常的に交わされています。それほどまでに、現在の彼らのローテーションは常軌を逸して豪華であり、ナショナルリーグの他球団はもちろんのこと、アメリカンリーグの強豪チームですら、ワールドシリーズの大舞台でこの投手陣と最大7試合も戦うという地獄のようなシナリオは、決して想像したくないはずです。ドジャースは資金力も豊富であり、毎年のように開幕前にはワールドシリーズ優勝候補の筆頭として名前が挙げられますが、今年に関してはその理由がかつてないほど明確かつ絶望的です。
これだけの質と量を兼ね備えた先発陣を揃えたチームは、近代野球の歴史を振り返ってもほとんど記憶にありません。シーズン終盤という最高のタイミングでスネルが完全復活を遂げ、グラスノーも万全の状態で戻り、山本由伸はサイヤング賞を狙えるレベルの投球を続け、佐々木朗までも異国の地で覚醒の時を迎え、そして大谷翔平という野球界最大のアイコンまでが投球練習を再開している。彼らがこのまま誰一人欠けることなく、完全な健康体で10月のポストシーズンを迎えたとしたら、この歴史的な最強チームを実力で打ち倒せる球団が本当に存在するのか、もはや疑問に思ってしまうほどの圧倒的なスケール感に満ちています。私たちは今、野球というスポーツの歴史が大きく塗り替えられる、その伝説の目撃者になろうとしているのかもしれません。